遅延の方大丈夫かな？はい。それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。まだ CM が入ってますかね。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。天気ウェザーリポート。していただきたいのは、このいきなりですけども、今天気予報の動画を出しております。昨日ですけども、僕の豊田市の方からちょっと東の方ですね。しめじさんどうもよろしくお願いします。お疲れ様です。川端さんどうもお疲れ様です。よろしくお願いします。ここにあるのが16号ですからね。それに比べると雲のエリアというのが非常に大きいというのが僕の地域からちょっと東なんですけど、昨日一日中夜、今の段階ではただの雷が鳴ってて、で、うちよりもちょっとその、なんていうんです？東側の地域がもうかなり静岡が大雨になっていました。で、昨日結構ね、大変だった。お花さんどうもお疲れ様です。ありがとうございます。お花さん、今日は、起きてますか？風が非常に強かったので、かき混ぜられて、よろしくお願いします。うとうとしたっていいですよね。シメディさんももうビール飲んで、適当に聞いて、これなんですけども、くださいね。まだ水温が高いんですね。で、今ちょうど昨日の静岡の大雨に続いて、ちょっとこの天気ウェザーを見ていたら、もう最近また熱帯低気圧が発生しそうで、台風シーズンだなっていう形でね、なんか、台風16号になるんですかね。まだまだ水温高い。今日は日曜ではないのでアルコールはなしです。しっかりしてますね。イレギュラーなしですね。ありがとうございます。ここにで、ここね、シルバーウィークもみんななかなかこう、どこも行けずっていう方もいらっしゃったと思うんですけども、予想したものなんですが、ちょっとね、かなり海水の温度が、どうも、東雲さんお疲れ様です。よろしくお願いします。東雲さんはあれですかね、今週は夜勤。じゃない。これが26日なんですが、27日になりますと、最近なんかいつが夜勤で日勤か分かんなくなりました。そうすると、この高気圧、時計回りにこう回る。このちょっと見るの忘れちゃった、ドライブの、アップされてましたね。ちらっと、って思ったのに、ちょっと見れなかった。またちょっと今日、拝見いたします。高気圧が切れるところが、それでどこなのかということで、そうなんですね。夜勤ですね。コースが変わってきます。ここずっともう天気が悪い状態かなと思います。で、海水の温度がね、もうまだ高くて27度、8度あるらしくて、海水の温度が高いと、熱帯低気圧から台風になりやすいですので、で、しかも秋雨前線もあるから、台風がどうしてもこう、日本に集中しやすいっていうかね、状況が続いているかと思います。なんか天気ウェザーみたいになってますね。はい。ということでね、ちょっと心配なところもあるんですけどね。はい。まだまだ今ちょっと見てました。海上では、これが次の熱帯低気圧。はい。今日、最初にちょっとまた最初雑談で申し訳ないんですけども、皆さん科学でモル、毎年俺、去年も言ってたかも、モル濃度とかモルって言いましたよね。今日もね、ちょっといろいろこの科学のモル濃度っていうのを教えてたりしまして、こうね、1モルっていうのがこの 6.0×10 の23乗という数字があるよって、これを基準にして、また体積っていうのが、1モルあたり 22.4 リットルだったかな？これですね。っていうのがあって。で、酸素だったらその分子量とか、そういうものでこう、いろいろモルを出したり、ここですね。リットルを出したり、歩数を出したり、こう変換していくわけです。で、高校当時、やっぱりこれ、何がどう計算するかってわけわかんなくなったり、時間がないと、
なんでこんなことやってるんだろうなっていうことで、全然こう、川式が、端っち、懐かしい。懐かしかったですか？式が立てられなかったりするんですけど、まあ、考えてみれば、今日ちょっと思ったのが、これ全部、基準が決まってるじゃないですか。だから、この計算って、比の式ってわかります？ 1 対 x は 22.4 対16みたいなやつ。比の計算。シメディ、モル定数って 6.02 アスタリスクそう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 。今ってね、有効数字がね、2桁で。で、しめじさんも詳しいですね。6.0 で今、掲載されてることが多いですね。はい。多分、モル定数は、はい、6.02 でいいと思いますけど、今はね、ほとんどね、6.0 で、まとまってますね。はい。だから問題も、3.0 かけるとか、なんかこう、簡単に有効数字がなってますね。はい。でね、比の計算でね、こう、全部やれる？なんか参考書とかで見ると、割ったりかけたり、何を用いてやるか分かんなくなっちゃうんですよね。なので、こう、比でやっちゃうっていうか、例えばこの CO2 だったら原子数が44だ。ここ、答えをこれ割り算したり掛け算したりありますけど、ね。もう、全部比でね、一対、例えばこれだったら何モルかですから、44ですから、原子量44だから、1対 X 何モルだから1対 X は、これそのまま1モルでいいじゃんね。どうやってこれ、分子数が44で 44g って書いてあったら、そうか。こういう計算もあるんですね。比でやろうとしたら今ヘンテコリになっちゃった。1対 X は44対なんとかなってるから、そのままやんみたいになっちゃったんですけど。そう。できるだけね、簡単に、あと、やっぱり自分で計算をして、こういう風になるんだなっていう風に納得しないと、最初こう仕組みがわかると、どんどんできてくると思うんですよ。弾きって、速さと時間と距離みたいな感じ。うん。これだと言うと体積と、アボガド数でしたっけ6.0 かけるね、10の23乗の個数と、ね、モルと変換していくわけです。なんか弾きって、速さと時間と距離みたいな感じ。うん。多分、高校1年生は、この、科学、この秋、2学期の中間テスト、それから期末テストは、思いやられる子はここ思いやられるのかなっていう感じですね。毎年秋には、このモルの話してるかもしれない。期末テストがね、モル濃度とか今度出てきて、あと次に、中和適定っていうね、ものが出てくると思います。定種科学の免許取った時勉強しました。そうなんですね。年前かな。ボイルシャルルの法則とか。ボイルシャルルとかありましたね。はい。そうですね。今ね、ボイルシャルルはね、あれですよ。今科学基礎ではやらないかな？科学でやるんです。今昔は科学 B とかなんか言ってたんですよ。科学基礎っていうのがなくって、例えば生物もそうですけど、生物 1A とか 1B とか、なんかこんなこと言ってたんですけど、今は、もうちょっと簡単になってて、高校で言うと、その科学基礎と、物理基礎と、生物基礎と、地学基礎っていう4つの分野のうち、高校では、最低文系も理系も3つ選ぶらしいですね。で、1年生の時には、多いとこは科学基礎と生物基礎を勉強します。で、2年生に物理をやるとこもあるし、地学をやるとこもあると。で、理系のところは一部、もう1年生から科学基礎と物理基礎をやったりとかしますね。はい。今そんな感じで。なので、1年生みんなこの秋に、科学基礎のこのモルをやることが多いので、多分高校1年生になったり、このあたり、いい加減に聞いてると何のこっちゃねんって感じ。っていうことですね。今日はそんな感じですね。
あ、すいません。雑談でこの、モールの話。またちょこちょこね、高校生の内容の方をね、話していきと思います。はい。お願いします。はい。自分が高校今日なんですけども、そう。本当に大谷翔平の話もしたいなと思ってますけど、今日は家庭教師しながらチラチラと生放送を見てて、昼間、14勝したなと思って。最近ここも暑いですね。この顔が面白いけど。あんまり時間がないのでちょっと今日はこれぐらいで。まあ次回15勝になればね。いや、これで、MVP 取れなかったらもう本当に怒りますよ。本当に。何がニューヨークヤンキーズのジャッジもすごいですけどね。はい。すごい雑談が。修二さん。2B2。もう、もろり系ですね、もう。はい。1B2 までやったんですね。もろもろですね、もうみんな。ね。はい。みんな理系が多いということで。川場タッチ、寒かったようです。はい。寒かった？はい。そうなんですね。はい。まあ、大谷翔平の話題はこれぐらいでまた楽しみにしようかな。日本でもね、ヤクルトの村上が、今回ね、本当今年野球界の方は記録が出てるので、結構メディアでこう言われてますよね。はい。はい。それではですね、今日の内容ですけども、今日もすいません、基礎編ということでお金の話っていうことで、特集としては一つ目が、この、後藤さん、日系テレ東大学の方で、先日、放送があったんですけども、FRB、まあ、FOMC っていう、私たちは当たり前のように話している、金利の 0.75 っていうもの。この間0.75 の引き上げ連続して決まったよっていうことはあって、まあ株価落ちておりますけども、はい。まあこれがどういうことなのかっていうのを、もうそもそも論というかを、後藤さんの方が結構砕いて話してくださってるので、まあ初心者向けという形でもう一緒にね、勉強していきたいなと思います。うん。それから、後半に、こちら、アフリカファンド、珍しいので、前回もちょっと話したんですけど、アフリカのことに関して、ETF を紹介してくださってるので、これも一緒にね、見ていきたいと思います。共に10分ぐらいのね、動画になっております。はい。それでは、1週間のパフォーマンスをね、一緒に振り返っていきたいなと思います。これじゃなくて、こっちですね。はい。こっちから世界の式を書いてみましょうね。まず金曜日のパフォーマンスから見ていきます。はい。結局金曜日は最後、先物がですね、S&P500 が3660まで落ちて、最後1時間でちょっと戻しました。はい。いや、3660っていうこの値は、もう、底値ですね。前回の底値まで行ってしまいましたね。こっちの先物が3660から最後3712まで上がってますけど、S&P のこちらの、アメリカ市場の方では、最後上がって戻っても3693という値。いやーもう、株を、初心者です。ちょっとやってる人は、まあ何やってんだって感じですよね。もう、ナスダックも11,300で引けてますので、がっかりしてる方も多いかもしれない。もうちょっと諦めてるっていうか、値動き見てない人も多いかもしれないですね。もう、ずっと上がんねえじゃねえかみたいな感じで。まあ年末までどうなるかっていうとこですけど、いやーもう本当に S&P が昨年末のね、4700に届くのか、ちょっとわかんないですね。っていうのはやっぱりインフレがずっと
ね、継続して鈍化してっても、この2年債の金利がまだ 4.2 ですよ。これがね、3.2 とかで安定してこないと、なかなか株価上がってこないと思いますね。まあ当たり前のようにこうやってなんか数字言ってますけど、いいですね。まあ10年債の方は見てて 3.68 なので、まあこれちょっと高いですけど、2年債がとにかくひどい。これが安定してこないとダメですね。ということで久しぶりビックスが金曜日、ついに 32.3 ですよ。これトレードしてる人ね、GM クリック証券で、あれ、ビックスのやつ、ウルトラショートやってる人、これ32だ、多分ですけど、レバレッジ、相当上に持ってかないと、これ、やられてると思いますね。32って久しぶりですもんね、これ。はい。一気に 9% も上がりました。またちょっと戻しましたけどね、29まで、最後。はい。という、波乱の週末でありました。アメリカはね。でもアメリカに釣られて、ユーロもひどかったですね。夕方からのユーロも同じように 2% ずつ下げております。イギリスも7000です。7000ですよ。ユーロも3300です。ドイツ、ダックスドイツはどこだ？こっちで見れ、これか。12,200 か。見たことないですね。あんまりこの 12,000 ちょっとって。はい。世界株安ですね。はい。他の中国とか見てきましょう。半導体はそんな悪くなかったんだな。はい。いやー、香港がね、ついにね、18,000、反戦指数割ったんですよね。17,900 って僕ちょっと、この値あんま見たことない。18,000 を行った時が、香港のロックダウンがあった時、18,000 ぐらいだったんですけど、まあ、ちょっと割っちゃいましたね。中国も悪いですね、ここ。韓国も台湾もよろしくない。はい。なんかよろしくない話ばっかっすね。インドも下がりました。東南アジアは金曜日はそうでもなかったです。シンガポールちょっと落ちましたけど。まあそうでもない。ロシアが上がってるのかなと思ったら、木曜日めちゃくちゃ上がってて、落としましたね。南アフリカ、アルゼンチンがもう 4% 落としてますよ。めちゃくちゃですね、これ。アルゼンチンはこれまた別の要因があるかもしれないですね。4% 落としてるっていうのは、これは、アメリカのインフレだけじゃない気はします。為替かな？はい。ちょっと為替も見ますか。金曜日どうなってました？結局、ドル円が143で戻したんで、為替介入したのにまたすぐ戻しましたね。143.3 まで登ってきちゃいましたね。すごいですね、これ。ユーロ円が138。ちょっとここ開きましたね。というか、いつの間にかもうドル円がユーロ円を抜いてしまったという。あっという間に。いくつまで行くんでしょうね、これ。150まで行くのかな？もう、逆に円高になる理由がないですよね。低緩和してっても。150まで、もう本当にみんななんか、なんですかね。円持ちたくないとか思ってんすかね。だけど、しょうがないですもんね。物買うには円じゃなきゃね。はい。あんまり円が安くても、海外旅行来てる方は嬉しいかもしれないですけどね。はい。為替は金曜日は、でもちょっと荒れてますね、これ。ポンドが1日で 3% も落ちてますね。
あ、ポンドドルがこんだけ落ちてるんだ。これはすごいな。あと目立ったところはブラジルが 2%？ スイス、フランが 3%。あ、ユーロ圏がちょっとやっぱり落としてますね。はい。そんなか、ユーロとドルが高くなってんのか。って感じですね。いや、でもこれ、ボラティリティ多いから今 FX やってる人大変ですよ、これ。これ、儲けてる人もいるかもしれないですけど、こんだけボラが高いとね、大変ですね、これ。はい。では、コモディティ見てみますね。金曜日のコモディティもえげつないですね、これ。ゴールドが1640まで落としてます。シルバーがいいなと思ったら一気に昨日4% 近く落としました。これちょっとなんかファンダメンタルあります？僕ちょっとこれ知らない。ハードコモディティがプラチナもパラジウムも銅もめちゃくちゃ落としてますね、これ。なんかコモディティのダウの商品指数がもう平均で 3% 落としてるので、これはもうコモディティ全廃って感じですね。原油も79まで落ちましたね。天然ガスも、昨日コモディティもすごいですね、これ。全部 4% 以上落ちてる。あ、ソフトコモディティだけマシですね。マシって言ってももう、ねえ、IG 証券とかでレバレッジ20倍でやってる人ほぼ吹っ飛んでますよ、これ。1日で。最近、コモディティにレバレッジ20倍でやってる人いるのかな？ちょっと心配、これ。これもう、大儲けしてるか、もうロスカットされてるか、どっちかって感じです、1日で。はい。まあ、その中では、下落トレンドこんだけひどいのは何でしょうね。原油のせいかな？原油が落ちてるからみんな下がってる。ソフトコモディティはわかるけど、ハードコモディティの下がり方は原油じゃない気がするな、これ。またもし何か皆さんでこのコモディティの下落の要因が分かったら教えてくださいね。ちょっとこの数字見てると久々ですね。株の場合これぐらい見たにあるんですけど、ねえ、1日で 5% ぐらい落ちてるのは珍しいと思います。すいません、ちょっと勉強不足で。現状把握しか言えなく。最後に、仮想通貨見てみます。あれ、土曜日は戻してます。戻してるってもまあ全然あれですけどね、ビットコインが270万なので、2万ドル近辺か。ですね。イーサリアムも戻してると言っても、はい。全然悪いですけど、150ドルぐらいかな？はい。ぐらいですね。はい。落としすぎたのかわからないですけど、少し戻してる感じです。もうなんかイーサリアムの 5% でも少し戻してるって感覚がおかしいかもしれないですけど、トレードしてる、FX でトレードしてる人にとってはこのボラティリティは大変ですけどね。はい。レバレッジ3倍以上だったらもう大変ですけどね、これは。はい。ですね。S&P500 のヒートマップを見てみます。昨日のパフォーマンスですけども、昨日は結局テスラが真っ赤っか。すごい落としてますね。アマゾンも 3% 落としてます。エネルギーがめちゃくちゃ落としてます。もうエネルギーは急落ですね。やっぱりこの原油の、下落に伴って、シェブロンも、エクソンモービルもみんな真っ赤っかです。昨日はまともだったのがヘルスケアだけプラマイゼロって感じですね。あと日用品も、ウォルマートがちょっと下がってますね。はい。コストコがやばい。4% 下がってますね、ここは。あと、あれですね。フィリップ・モリスも 4% 下がってる。
ほぼ真っ赤ですけども、はい。まあ、大型株は下がってるっても今なんか、じり下がりですね、これみんな。マイクロソフトもアップルも、メタも。今週1週間の見てみましょう。今週1週間のアメリカのパフォーマンスは、テスラが 9% 落としてます。今週で。アマゾンも 7.8。今、個別株って買ってる人いるのかな？ FOMC の2、3日後ってこんな感じですね。なるほど。確かに、もう、思いっきり影響ありますね。もう。はい。売れって感じですね、もうみんな。ほんと。エネルギーも悪いですね。あ、逆にちょっと見てください。アップルが1週間のパフォーマンスとプラマイゼロですね。これは意外でした。はい。あ、アップルってあれです。14が出たから新作が出たから関係あるのかな？はい。こういう、なんていうのかな、下落トレンドというか、ベアマーケットっていうんですかね。について、あと、アップルが、こんだけのパフォーマンスなんとか食いとどまってても、いい材料としてニュースがあんまり上がってこないですね。FOMC のインパクトが強すぎちゃって、個々の個別の株の商品とか経済のいいことがニュースでなかなか入ってこない。はい。もう、今なんかニュースとか経済の見ても、ウクライナのこととか、FOMC のこととか、日銀のこと、そんなことが多いですよね。はい。じゃあ世界の方を見てみましょう。1週間のパフォーマンスです。世界も真っ赤です。あ、ただ、ちょっと見てください。ブラジルが、この中でもパフォーマンスがまだいい。まだいいですね。アルゼンチンが何があったんだろう。昨日すごかったもんな。ちょっとこれだけではわかんないな。もう一週間で見ると、中国が一部、エネルギーがちょっといいぐらい。いいっていうか、プラマイゼロ。ですね。あ、これなんだっけ？電気自動車かな？プラスがありましたね。あともう真っ赤ですね。今年に入って何回真っ赤だって言ってるか。もうなんか慣れてきちゃったよ。おかしいですね。本当に。はい。投資されてる方とかでどうなんでしょうね。こういうマーケットでトレードとかやってる人とかもどう思ってるんでしょうね。もう、ベアマーケットで喜んでられるのかな？わかんないですね。はい。もう、はい。今週も世界も真っ赤っていうことでしたね。はい。久々にちょっとこの、チャートの方をチャラチャラと見て、特集に移りたいと思います。これ、先物の方の、冷やしです。これ冷やしなので、だいたいこんな風に1週間動いてるよっていうことで、期間が5月から、この、パッと見てくださいね。このチャートが半年分のチャートだと思ってください。これね。ナスダックが半年でこんな動きをしてますよってことです。ほとんど上がってないってことがよくわかると思います。ただ、今ちょうど位置としては底値にいるよって感じです。いいですかね？これ半年分ですね。パッと見ますね。S&P500 の半年分です。冷やしですけどね。なんか、こう入れてますけど、ちょっと消してこう。はい。S&P も、ちょっとこの8月の時点で4300まで行ってはみたものの、ピューっと2割安、戻ってきてしまって、今底値にいますという状態ですね。はい。次、ダウですね。久々紹介します。ダウジョーンズですけども、
半年の動きは、これも、ちょっと待ってください。ダウの金曜日の下げ、もしかしたらこれ、今年ワーストかもしんない。ダウの最後が 29,590 ですね。あれ 29,500？ もしかしたらこれダウは、年初ワーストですね、これ。金曜日のダウは、あれでした。年初一番最安値でしたね。止まらなかったんですね。29,680。止まらずに一回シュートして、29,500 まで行っちゃいましたね。ダウはこんな感じです。それから次、久々日経見ますね。半年で見ると、アメリカが下がってる分、日経のチャートを見ると、なんか、いいんじゃねえのって思っちゃいます。なんか、見方によっちゃトレンドライン引いたら上昇トレンドにも見えなくないですよね。この、6月が、25,500 があったので、今ちょうどここ、27,000 ですけど、これ見方としては上昇トレンドに見えますもんね。誰も上昇トレンドと言ってないのに。はい。次、インドですね。インドは、はい、高い位置ですね。最近ずっとおすすめしてますけども、インドが、6月が 15,200 っていうところから上昇してって、今、位置が高い。高値掴みかどうかっていうのは、ここかなり揉んでるので、僕的にはもうちょっと下がっていても、この 18,000 をどっかでインドはブレイクしてくれるんじゃないかなと見てます。久々世界でチャート並べるといいですよね。わかりやすい。はい。じゃあ次、中国、上海50。お山ができてます。半年で見ると。はい。ここね。一番高い位置が今年は、いくつこれ 7月の6日ですね。はい。からお山ができて、まだ下がっていて、12,800 という。もうカムバックして、今この 12,800 も多分、5月の安値に近いとこまで来ましたね。こんな感じです。はい。で、さっき言ってた香港。香港が、やっぱそうですね。金曜日の 17,800？ これ、18,000 割りましたので、年初安値のはずです。はい、そうですね。ここが。3月15日が 18,000 なので、香港は割ってしまいました。ちょっときついね。もう新興国株本当になんかがっかり。はい。はい。という状態です。次、久々、イギリス100ですね。イギリス100は日本と似ているとこがありますけど、ちょっと昨日バーンと下がったので、7,200 から500の間かなと思ったんですけど、一気に昨日 7,200 から 7,000 まで落としました。はい。一応、今のイギリス100は、位置としては安値の位置に来てます。エリザベス女王の関係もあって、もうちょっとね、なんか注目はされるのかなと思ったけど、なかなか難しい。ちょっと半年間で見てもレンジの形になってますね。というか、上がっているチャート、インド以外ないですよね、今。ユーロ見てみます。ユーロストック50です。これも同様、今、最安値に来てます。3,300。ちょうど、安値。ウクライナの時の安値。まだ7月もそうだよな。3,300 ですね。ずーっと変わりません。もう 4,000 なんか全然いきませんね。久々見ます。原油のニューヨーク原油です。先物。はい。見ていただくとわかる。ピークが、6月、ここ直近、14日、122です。6月。そこから、冷やしベースで、
78まで来ました。122から、だいたい4ヶ月で何%？ 3 割、2割か。2割落ちました。3ヶ月で。まあ、下落トレンドにこうね、見ていくとわかるなと思います。UK オイルも同じなので、ちょっと違うのいきますね。ゴールドいきます。ゴールド。見てください。上にもう、ずーっと下がってきちゃいましたね。もう、上、ウクライナの関係で、ずっとね、1900とか近くまであった金が、ずる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 落ちてきて、で、株式も下がってきてるのに、金は、ちょっと株式とも逆相関せず、なんていうのかな、独自の動きをしてますよね。普通、ね、今まで株式と逆相関しがちだったゴールドですが、ゴールドも下がってきちゃいました。ゴールドの1643っていう位置も見ていただくとわかるように、今年最安値。いや、これ待って、どこまで最安値なんだ、ゴールドは。この値あんまり見たことないぞ。2020年のコロナですよ。あ、こんなに安いんだ、これ。川端タッチ、ロシアが売りまくりかな。あ、ゴールドが原油か、どっちかですかね。これ、1643はすごいですね。はい。ロシアの関係かな、このハードコモディティの下落は。シルバーもめちゃくちゃですね。ただシルバーはそっか。18のあたりずっといたもんね。最安値が、9月1日のシルバー 17.5 なので、まだ、最安値にはいないか。はい。という感じですね。シルバーは、まあ、ここ最近は10代のとこにいますね。天然ガス。面白いですね。この天然ガスは、ピークがここ 9.9。8月23日。10行くんじゃないかって噂されたんですけどね、天然ガスは。ちょっと、三尊天井、冷やしでね、三尊みたいな形になってます、ここが。はい。ただ、天然ガスは、じゃあ、この安値の 5.4 まで行くかっていうと、ちょっとわかんないですね。今の需要と供給で、はい。冬になってきてまた天然ガス上がってくるかもしれないし、ロシアが何言うかによって全然ここ変わるので、はい。また10超えるかもしれませんし、トレード高い位置でね、やっていくしかないのかなと思います。ポーン見ます。ポーンですけども、どうですか？下落トレンドから上昇するかなと思いきや、ここでくすぶってますね。これまあ長期で見るとトレンドライン引くとまだ下落トレンドの位置かもしれない。っていうのはこの高値が 7.9 っていう、ここ。長期で見るとこの 7.9 を超えてこれば上昇トレンド復活ですけど、まだ超えてきてないので、まあ見方ですけど、下落していく可能性もある。インフレもそうですけどね、このコモディティ価格が下がってこないと、ね、インフレも難しいですよね。最後、先物、大豆ですね。大豆はもうもろに、この7月からずっと行ったり来たりレンジを繰り返してます。本よりもわかりやすいですね。今、レンジですね。高値1630、安値、ここですね。1486。このあたりを、うろうろしている状態です。まあ、トレードされる方、このぐらいのボラティリティだったらもしかしたら、大豆、レバレッジ少しかけてね、やっても面白いかもしれないですけどね。うん。この2ヶ月はこのレンジで来ています。まあ、どこでブレイクするかわからないですけど、ブレイクするんだったら、まあ、下がってほしいですけどね、この1490を割ってきたら面白い。
面白いっていうか、下がってきてほしいですね。ソフトコモディティは。アメリカのインフレのためにも。はい。はい。ということで、久しぶりチャート分析を簡単に冷やしでね、させてもらいました。久々ですね、こうやってパッと言ってる。はい。それでは、解析の方終わりましたので、今日の特集、こちらの、お金の勉強、後藤さん、いつもお世話になっています。多分僕 YouTube の中で一番、この方がわかりやすく勉強できるなって思っております。まあ、Twitter も、拝見してます。はい。FOMC、なぜ注目かっていうところですね。で、ちょっと時間がないので、ちょっと、途中から行きますね。ここから行くか。これやらないとちょっとね、アメリカ40年ぶりのインフレ。ですけど、全体で見ても 9%。ここからちょっと行ってみますか。ものによっては本当に 20%、30%だあ、ちょっと小さいかな、これ声が。生活必需品、ガソリンとか、食品とか、そういったものが。もしかするとちょっと音声がそれって必需品って悪いかもしれない。かなり生活が困っているということで、これ何とかして安定させなきゃいけないっていうことで。俺あれだわ、なんか言ってた正面のカメラが故障して横しか見れなかったって言ってたな。ちょっと音声が小さいかも。そうですね。すいませんね。ちょっとテロップを見ながら確認をしてほしいですね。あ、これマジで小さいな。まさにFRB が注目されているのは利上げですよね、今は。利上げっていうのは、ここのね、7分かもうあと2、3分ぐらいで重要なことを言うと思います。これ全部金利があるので、コーヒーの金利があるんですよ。利子ですね。お金を借りたときにその分返さないといけない上乗せの金利みたいなものですけども、それの金利いろんなものがあるんですけど、一番要となるような銀行間で取引している金利っていうものを動かしているっていうのが中央銀行なんですね。この要となっている金利を例えば FRB が上げようとしたら上がるんですね。それが上がると住宅ローンの金利も上がったり、例えば小さいお店が銀行から借りる金利も上がったり。もし小さかったら最後ちょっとまとめで僕簡単にお伝えします。でこの利上げをすれば基本的に物価は下がりやすくなるとされています。金利が上がると、例えば住宅ローンが今まで 2% だったのが 5% になりますって言ったら、家買うのやめようかなって思うかもしれないし、企業とかお店であっても、金利やっぱ 2% じゃなくて 5% ですよって言われちゃうと、もう1個お店出すのちょっとやめようかなとか、人を雇いまくって、もっと物たくさん作ろうかなって思ってたのに、ちょっと躊躇するかもしれないですよね。だからこういうふうに利上げすることによって、いろんなその景気を冷ます企業とか、個人の需要を抑える。で需要が抑えられると、結局高い値段を払ってでも物を買いたいっていう力が弱まってくるので、物価は収まっていきますよねっていうのが利上げとその物価の関係ですね。だからさっき言いましたけど、今のアメリカのインフレって40年ぶりの記録的な強烈なインフレなので、それを何とかして、止めなきゃいけないということで、FRB がやってるこの利上げも今までの中ではありえないぐらいのものすごい勢いで利上げをやってるっていうのが今のところです。ここですね。FRB がいっぱいニュースで出てくる。普通は利上げっていうと、1回のその金融政策を決める会合、FOMC っていう会議があるんですけど、その会議で利上げするときって普通 0.25% ずつ上げるんですね。例えば4回連続やって 1% 上げるとか、そういうのが 0.25 が普通だと。最近は 0.75%、通常の3倍ぐらい。通常の3倍と。6月にも7月にもやって、ひょっとしたら9月も 0.75 やるんじゃないかっていうことですね。それも毎回今年初め利上げしたときは 0.25% だったんですけども、その後5月に 0.5%、階段での1段飛ばしですよね。6月には2段飛ばし、7月に2段飛ばし、9月もう1回2段飛ばしするかもしれないっていうイメージなので、ものすごい勢いで階段を駆け上がっている、そんな構図になっているということですね。そんだけやって
で、まだインフレってアメリカ収まってないんですよね。それがそうなんですよ。この6月、7月にかけてもインフレ率って結構高い状況が続いていて、いつか収まるんじゃないかってずっとみんな期待してるんですけど、なかなか収まってくれないっていう状況なんですよね。さっき言ったようにF1 ガルが言ったようにですね、小麦とか原油なんかもそうですけど、ロシア・ウクライナ戦争の影響もありますけれども、他にも結構人手が不足していたりとか、物がなかなか届かなかったりっていうようなこともいろいろ複雑な要因が絡んでいて、過去数十年間でなかったようなインフレになっちゃってるんですね。この先年末にかけて少しずつ落ち着いていくだろうっていうふうな期待は多いんですけど、本当にそうなるのかわからない。だからとにかくちゃんと利上げをして、インフレを抑えなきゃいけないっていうところなんですよね。ざっくり言ってやっぱりコロナ、ロシアのウクライナ侵攻みたいな人災、天災でなかったようなものが起きてるっていう、そういうところから来てるんですね。その要因が大きいですね。で、加えて需要も結構強いんですね。物価っていうのは基本的に需要と供給で決まると言われていて、当たり前ですけど、高い金出しても物買いたいですよって人が多かったら値段上がるのはすぐイメージつきますよね。で、逆に供給の方は何か物を売るにしても仕入れ値が上がってきたらお店の方にやむなく値段を上げてしまうだとか、そもそも物が足りません。分かりやすいコロナの頃のトイレットペーパーとか一時ものすごい値段上がったと思うんですけど、物がなかったら需要が一定であったとしても価格って上がったりしますね。これに需要と供給のバランスが決まるんですけど、ウクライナ戦争だとか、物の、流通が滞っているというのはこの供給の要因なんですけど、結構需要の要因もあるんですね。なんで需要強いかというと、コロナから正常の経済に戻すためにアメリカ政府がですね、ものすごく財政を出して個人にお金をかかったり、あとはさっき言った FRB、今は利上げって言ってるんですけども、コロナの直後はものすごい勢いで利下げしたりして、いろんな金融緩和っていうのをやってきたんですね。その結果、この需要、アメリカの国民もものすごくお金を持ってガンガンお金を使おうっていう感じになっているのが、2021年とかだったんですね。それが尾を引いていて、結局需要と供給の両方で、物価がすごく上がっているっていうのが、これまでの大きな構図で、この需要を少し今度は FRB が利上げすることによって冷まして、物価が元に戻らないかなっていうふうに苦労しているっていうのが今の状況ですね。アメリカの方で需要がすごい膨らんだ、個人のお金を持ってるっていう話ですけど、FRB にはずっと日本に住んでるので、全然イメージつかないんですけど、後藤さんがコロナの時ニューヨークにいたじゃないですか。その時ってあっちはどんな感じなんですか？おっと、ストップします。もうここからはですね、後藤さんが、去年、この、日経新聞を退社する前、去年まではニューヨークにいたので、多分インフレの実感をね、どういうふうに感じたかっていうお話だったので、いいです。簡単に言うと、普通の、利上げ、利下げっていうのが、0.25% が基準だっていうことなんですね。一段階、階段を一段上げるとすると。で、それを今なんか注目されてるのは、その階段を二段飛ばし、0.75% っていう階段を1個作って、で、また 0.75% 二段飛ばしをしているってことで、急激な、インフレを止めようとすることで、注目をされていて、で、銀行の金利が上がりますので、お金を借りるところは、お金が、やっぱり企業お金借りにくいですよね。はい。2年債とか、短期でお金を借りたい。特に、ハイテク企業なんかは、お金をたくさん、金利が安ければ借りたいですし、それがなかなか借りにくい。で、企業は、株価はそういうので落ちてくる。から、ドルを持ってる人たちは投資をするより、銀行に預けた方が金利が儲かる。日本で言うと100万円預けて 0.001% とかで金利ですけど、今アメリカでドル預けてれば1年間で 3% 超えて金利が来るので、投資してるよりいいじゃないか。ね、例えば、私たちでもS&P500 の平均パフォーマンスが1年間で 6% ぐらいですよって言ってる
じゃあ、もしもっと安全だったら、アメリカの金利でドルを持ってれば、年間で 3% を超えますので、金利で。利益になりますからね。だったら投資するより安全じゃんっていうことで、お金も株価は動かない。まあそういうこともあって、企業もお金が借りにくいし、で、まあインフレを抑えようとすることで、まあ株式の経済の人もこのアメリカの FOMC の発言を注目してるんだよっていうことが言えるかなと思います。はい。まあそれをすごくわかりやすく後藤さんは話してくださったなと。うん。でも多分ですけど、株をちょっとでもやってる人じゃないと、この、インフレ FOMC の 0.75 っていうのはそこまで注目しないかもしれないですね。うん。ただ、こう、なんていうかな。日銀の話も、なんだアメリカはこんだけ金利上げてんのに、なんだ日本はなんで金融緩和するんだっていうのは、多分アメリカの 0.75 っていうこの勢いがあるにもかかわらずってこう、多分日銀の黒田さんの言ってることも、アメリカのことあると余計に対比しちゃいがちですよね。うん。それだけ今はもう、この1年間は、この FOMC の金利についての数字、まあ 1% になるのか、0.5 になるのか、0.75 のまた上がっていくのかっていうのをすごく注目するということになります。で、年8回なので、次11月かなんかかな？大統領中間選挙前かな？はい。年に8回ありますのでね。そういう話になりました。はい。なかなかね、初心者の方だとこういうのって難しいかもしれないですけど、まずは、やっぱり、まあ、アメリカの、ドル建てというか、株を持つことで、こう、関心を、何かしらこう、投資をしてね、関心を持ってもらえるとね、こういうところも、より、わかるんじゃないかなって思います。はい。投資の勧めじゃないですけど。はい。それじゃあ、最後にですね、アフリカの件についてお話しします。大谷翔平になっちゃった。はい。前回ですけども、こちらの、YouTuber さんの紹介をさせてもらいました。お金の図書館チャンネルさんと言います。まだね、始められて、僕と同じぐらいか、ちょっと前ぐらい、1年経ってるかどうかかな。これ書いてありますけどね。自己紹介で、30歳のサラリーマンの方ということで、僕の方の YouTube の方にコメントもいただきまして、他の方がこう、紹介してくれるの初めてですということで、丁寧にコメントいただきました。で僕もね、割といろんな YouTuber さんこう紹介してるチャンネルというか、まあ、僕も勉強したいっていうことなので、これからもいろいろ見つけてね、なんかこう、いろんな YouTuber さん紹介して勉強していこうかなと思ってます。で、今日はアフリカ株の投資っていうことで、ファンドも徹底比較してますので、面白い内容かと思います。私見てみました。登録しました。そうなんですね。早いですね。ありがとうございます。じゃあすいません。ここちょっと見てない方もいると思うので、アフリカの投資についてね、見てみましょう。株館長です。今回のテーマはこちら。中国が進出中、注目のアフリカ株ファンドを徹底比較というテーマで解説したいと思います。声をどうかな？今後アフリカの人口増小さいかな？加が見込まれるため、アフリカに投資をしてみようかなと悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回はアフリカ株ファンドを徹底比較して解説します。この動画を見ると、そうだ、長官太郎くんも最近なんかちょっと見てると、変わりましたね。スプレッドシートもいろいろこうやって、相変わらず忙しそうに、YouTube 作ってるみたいですけど、だいぶ詳しく、ほんと詳しくなりましたよね。すごい。でもアメリカがこんだけ下がってると、なかなかね、難しいんじゃないかなと思うんですけどね。アフリカへの投資が注目されている理由を見ていきましょう。
まず一つ目のポイントとして人口増加が挙げられます。やっぱアフリカ可能性は感じるけど、リスクもあるから、少額投資で見てみたいですよね。国連の推計によると、2050年にはさらに倍増して20億人以上まで増えると見込まれており、あれ、川端さんでしたっけ？インド株とベトナムでしたよね。また、人口が増えているアフリカもワクワクすると。アフリカはIMF によると、過去喋っていいのか10年の実質 GDP の平均成長率は SBI 証券は4%を超えており、世界平均をナイジェリアとエジプトとどっかがあるかな。はい。続いて2つ目はうん、リープフロックです。確か。リープフロックをナイジェリアとエジプトと南アフリカと4つあったかな。SBI 証券は。それまでに先進国が進めてきた技術進展の段階を北と南にあった気がする新たな。なテクノロジーなどが一気に広まることを言います。アフリカ全体での経済この話大事ですね人口普及率は2014年末で 84.7% サラフレとなっており、 RCE ワローサラさんどうも。 1.6% と比較すると約10倍に成長しています。また理由として固定ギリギリでありがとうございます。サラさんほんとざっくばらんに、このアフリカの話は別にいいので、今のインフレのことっていうか、生活とかで何か必需品とか、変わったこととかあったらまた教えてください。みんな多分きっと、続いて3つ目は現地リポートじゃなくて楽しみにしてると思います。これ適当に流してますので。はい。具体的にはすいませんプラチナ 95%、サラフレ RCE これははい、アフリカですね。それぞれたまにはこういうの本当にいいなと思って。 38%はい。クロムが 42%、僕もちょっとこうとなっています。このようなんていうかなな資源を中国が狙っており、もともとビットコインとか仮想通貨、ブロックチェーンを考えたのは、こういうアフリカ投資とかを中国は東南アジアもね、したかったからっ途上国向けの融資を増やしてていいますが、う面もありましたけそどね。の一方で、債務の罠と言われるえ言葉が出てくるようになりました。ガソリン上がったんですね。この債務の罠とは、債務の返済にちなみに今、債権国に対してあっちだとあれか、単位が1バレルとかになるのか。軍事的な協力をしたりすることを言います。初めからあれどういう、ガソリンってアメリカだとどういう計算で考えればいいんだろうな。サラフレ 6ドルに RCE 戻りましたでしょ。また6ドルに戻りま待ってね。した。問題となっています。計算できるかなこ。れによって、中国とアフリカ諸国の貿易規模は過去840円でしょ。川端っちガロン。 2020年はコロナ禍にもかかわガらず、ロン。ちょっ中国と、アフリカ諸国間のどうやって計算するんだ。過去最高の2540億ドルとなりました。 1ガロンってまた、何リットルだ。2021年には中国はサラフレ一時 RCE 一時5ドル台前半ガロンだったのですが、中国が誰かガロン計算できる人いますか。1060億ドルしかございません。さらに、そのうちの約700円、750円。1ガロン750円。資源大国、なんだアンゴラ、コンゴ共和国、コンゴ、南アフリカ、ザンビアと言いながらで進められています。このことから、アフリカ内でも中国を問アフ題リカと視する声が中国のなんか上がやっててやっきており、ってサラフレ 3.8 か RCE ガロンなるほど大体 3.8。続いて2つ目はインフラがサラフレ750割る RCE 3.8リットル。 3.8鉄道があまり発達しておらず、あ、ちょっと高いね。陸路が中心となっています1が、リッター200円だ。港を持たない内陸国がだいたい1リッター200円か。アフリカ全体での経済発展を考えると、日本より、日本が今160円ぐらいって考えるので、アメリカの方が2割高いんですね。続いて3つ2目は割。利息通貨として扱われていることです。ざっくりお伝えすると、アメリカから溢れたお金がなるほどね新興国に流れ込み、新興国の株式や債券が買わ川れることで、端っち日本より高い。新興国の景気が上昇していきます。しかしそうですね。もともとインフレ率考えると、アメリカは 8%、昨年比 8% ぐらいですけど、商品によっては 20% ぐらいいってるのもあるから、回収されてしまい、不動産もそうですしね。アフリカの景気後退につだからながってしまいます。
日本より2割高いっていうのはちょうどインフレ率としては妥当じゃないですかね。妥当って言い方変だけど、2割高ってそれではいうことで。続いて、アフリカに投資をするならどんな銘柄があるか見てみましょう。アフリカ全体に分散投資ができる銘柄はでも不思議ですよね。 2つしかございません。ガソリンがアメリカ安くてもね。一つ目の人件費込みですね AFK ですが、こちらはあっちはセルフ、 2008年に設定した ETF でどうなんでしょうね。国内向け売上そうか。高でも、アメリカのガソリンの税金ってわかんないから、日本と税率が違うかもしれないですよね。見てみるとこのようになっています。今は日本の私たちに馴染みのある会社はありませんが、今後ちょっと待ってください。これ面白いですね。AFK の上位銘柄って、さらっと言ってますけどサラフ。レー RCE、去年の7月 4.1 ドルだったので、体感だいぶ痛いですね。4.15。上がってるなぁ。結構上がってますね。うん。あれなんかそういえばサラさん、税金の関係が、法律が変わるって言ってるの、あれはもう施行されるサラフレのかな？ー RCE、ガスの税金？ガスの税金は各自治体の税率が違うので地域なるほど差があります。なるほどね。はいはい。そうそう、ガス会社さんも、なんかアメリカのガス会社さんの、株価とかもたまに見るけど。1.5 倍ですね。ホワイトエクスクラメーションマーク。うん、そうですね。はい。ちょっと今、ETF 止めちゃったんですけど、なんだこれ。全然知らんとこばっかだ。わかんねえわ。あ、踏み入れ銘柄だもん。AFK のね。あれ ?AFK? ちょっとごめんなさいね。AFK って、ここ見たことあるぞ。バンヘックって見たことあるな。SBI 証券でもあるかなこれ。なるほど。はい。踏み入れ銘柄見てもわかんないですもんね。ちょっとこれ続きますね。もうちょっとだけですね。2.2% と高く、信託財産留保額も取られることから、わざわざこちらを選ぶメリットはないでしょう。なので、現状ではアフリカに投資をする場合、AFK 一択となります。AFK 一択ですって。SBI SBI でもやっぱあるんだ。気になる方はぜひ投資されてみてください。最後に余談ですが、なんだこれ。今まで新興国の ETF を紹介したときに、合わせて調味料も紹介してきました。そこで今回、アフリカの雑談が入ってたここ。なんとハリッサがありました。家事野郎や博士ちゃんの番組から火がついた人気商品なので、ご存知の方も多いと思いますが、面白いですね。こちらはチュニジア生まれの辛味調味料で、豆板醤のようなものです。人気のあまり、一時期品切れ続出となりましたが、今は Amazon でも購入できるようです。今まで紹介した調味料の中で一番おすすめの調味料なので、ぜひ調味料か。リンク先を概要欄に載せておきます。では、今回のまとめです。今後、人口の増加やリープフロックを踏まえると、アフリカは投資先として魅力的だと思います。そうですね。はい。もしアフリカに投資をされたい場合は AFK か。AFK の一択。なるほどね。アフリカ調味料を買ってみたいなら、ハリッサの一択でそれはよくわかりません。もしアフリカだけに投資をするのが怖いという方は、新興国株式の ETF がおすすめです。過去に新興国株式いやー、新興国株式の ETF はいいんですけど、アフリカの順位がまだポートフォリオの中でかなり低い。はい。インドも低いんですけど、アフリカはね、もう新興国株式で ETF で入れちゃうと多分 10% ないんじゃないかな。なのでちょっと僕的にはやってますけど、イデコで。なんかね、中国とかの時価総額ベースになっちゃってるから ETF って。どうしてもその国の ETF だと、中国、韓国、台湾、インド、ブラジルの順番だったかなで、ポートフォリオが組まれて、アフリカがその次ぐらいなんですよね。だからね、ちょっとね、アフリカで投資するって言ったら少額で、こういう AFK の方がいいかもしれないですね。はい。SBI と楽天はあるようですね。マネックスもあるんじゃないかな。ということで、これは面白いと思います。アフリカ魅力だと思います。また、多分ね、
高橋ダンさんは一回だけアフリカの紹介してくれたんじゃないかな。もう最近新興国ってさっぱり、最近ちょっと見てないですけど、じゃないですかね。もう今はこんだけアメリカがね、停滞している中で、こういろんな国で見てって少額でポートフォリオを組むのも面白いとは僕は思います。まあ、ベースはアメリカで信じていいかもしれないですけどね。はい。サラさんもあれですよね。結構いろんなとこやってますよね。今はどうです？さすがにもうロシアはやってないと思うんですけど、さらっと喋るとすぐロシアの銀行の持ってますとか、さらっと言ってましたけど、カナダあたりの株は持ってるんです。あと、あれかな、南米も持ってるんですか？南米も持ってませんでした？サラフレー RCE、ロシアは凍結されたまま。凍結。またショッキングな話題が出てきました。ねえ、凍結。なんかもう俺、仮想通貨とか怖いっすわ、サラフ凍結って。レー RCE、カナダは製薬と石油採掘を少し。石油採掘？金とかじゃなくて？なんか金とか、カナダだとなんか金のサラフレ ETF ーある。RCE、インドはホールドしてます。もう分散すごいっすね。本当に。はい。カナダの製薬会社なんてわかんないっすよ。いっぱいですね。持ってますね。はい。はい。ありがとうございます。またちょっと時間がオーバーしてまいりました。木曜日、なんとか頑張ってやろうかな。最近ね、ちょっとね、家庭教師がね、結構ね、盛況で、本当に俺が言うだけで、個人的にお願いしたいことが、オーダーが増えてきたりとかで、結構パンパンで、まあその隙見て、トレードとかもね、勉強したりとかしていきたいなと思うんですけど、なんとか木曜日、11時からやっていきたいと思います。ちょっとネタはね、何にするかまだ今、まあ決めてないんですけど、皆さんでね、いろいろ喋っていけたらいいなと思っております。またなんかね、そうですね、よくこういう、そうそう、また、もし、こう取り上げてほしいとことか一緒に勉強したいなっていう YouTuber さんとか、こういう動画があるよってことはぜひね、教えていただくと、みんなでこう共有して、ここが、こういう YouTuber さんがいるんだとか、そういうので一緒に勉強できるのもいいかなと思います。テクニカル的なものはね、僕こう独自でパッパッって話すんですけど、こうファンダメンタルじゃないですけど、こういったね、YouTuber さん、FX であったり、仮想通貨であったり、まあ、ETF であったりっていうのをね、いろいろ紹介していきつつ、みんなでね、勉強していくと面白いかなと思っております。はい。また、よかったら教えてくださいね。はい。じゃあ、そろそろ時間になりましたので、また木曜日ね、お会いできれば嬉しいなと思います。はい。長い間、今日もありがとうございました。それでは、失礼いたします。シメディ、お疲れ様でした。サラフレー RCE、お疲れ様。